空耳。トラビスジャパンの空耳8回目の担当はこの声、宮近ジャパンのトラビスカイトです。今回進行を担当します。そしてこの声が締めかけ龍也です。よろしくお願いします。お願いします。さあ、ということで1月21日配信ということで、もう1月もあっという間に後半。あっという間だなーって2026年始まってあっという間だなーって感じてる人は多分たくさんいると思うんですけど、いるね。聞いてる方では。うん。まあ収録の差がなのかな。まだ年も迎えてないですし。いや、そうなんだよね。全然12月なので、めっちゃまだ25年を楽しんでる最中ですけど、僕らは。ね、がっつりね。なんか、多分これ聞きながら振り返りみたいな感じで、まあ年末どう過ごしてるって話をちょっと最初に聞けたらなと思うんですけど、まあお仕事はさ、してるし、そうだね。1月のリハの準備もしてるっていうのは多分みんなも、ファンの人も分かってると思う。そうだね。ライブがあるからね、1月から。その空いてる時間で年末っぽいこと、してる締めは。あれじゃない、俺らで言うと、ジョー君ミッチ、なにわ男子のジョー君ミッチで、チャカ俺で、忘年会的な。飯ね。ご飯会。行ったね。ご飯したね。焼肉。そうで、なかなか会えてなかったからね。ね。ジョー君もミッチーも。いつぶり？3ヶ月ぐらい会えたんじゃない？だよね、結構空いたよね。ミッチーの誕生日っていつ？7月。のミッチーの誕生日お祝いしたから。で、5ヶ月後にお祝いしてるから、なかなかよ。チャカとミッチーの、チャカの誕生日も9月だけど、12月にお祝いするっていう。プレゼントもらって、まあ、お祝いできることはいいけどね。やっぱその、嬉しさみたいなさ。やっぱちょっと遠のくとね。まあね。なんかもう誕生日期間過ぎてるから。でも嬉しいけどね、お祝いされるのはね。そうだね。なかなか会えなかったしね。そうね、会えないから。行こうとは言ってたけどね。まあ、今年中にね、誕生日迎えたから、その、誕生日の年末調整みたいなのね、あったっていう。そうだね。まあ、行けてよかったっていう。来年もたくさん、シメと僕と、で、その、ジョー君と、ミッチと、行けたらなって話もしたんで、ちょっと楽しみにしててください。では、早速行きましょう。はい。宮近海斗。締めかけ龍也。トラビスジャパンの空耳。時空をさまよってるのは僕らだけじゃなく、リスナーのメッセージもまだ2026年じゃないようです。はい。まず1個紹介しましょう。 TJ ネーム時々陣内さん。1年もあっという間に過ぎて12月ですね。クリスマスの思い出は何かありますか？ということで、まず最初に説明しておきますとですね、 TJ ネームとはですね、頭文字が T と J になる名前、先ほど紹介した時々陣内さんはですね、時々陣内で TJ ネームとなっております。 TJ。 はい、皆さんがメッセージを送るときはですね、あなたの名前 TJ ネームを書くことがルールとなっていますので、皆さんもちゃんと TJ ネームを考えてからメッセージを送ってください。お願いします。氏名も番組にメールを出したいって時は TJ ネームを送って、一応締めかけ龍也本人っていう名前と、あとその顔写真付きの身分証明書を写真でちょっと裏表送っていただけたら本人確認できて、ちょっと優遇はしますよ。いや俺が送るときはもうマネージャーさんに送るよ。それはダメだよ。ファンの人と一緒にこれやっぱ空耳は一緒の目線でこうメッセージ送ってほしいんで、でも送って流れちゃうのは嫌でしょ。確かにそうだね。せっかく送ったのは読んでほしいし。なので顔写真付き証明書裏を持って送っていただけたら本人確認できますので。恥ずかしいな。はい。クレジットのカードの申請と一緒。ああ、確かにね。ちゃんと送ってくるから。顔必要だからね。ということで、思い出は何かありますか？クリスマスの。いや、なんかこの活動、仕事をし始めてから、あんまりクリスマスをちゃんとなんかする時間は正直ないじゃん。でデビューしてからもリハーサルがあったりとか、それこそメンバーと過ごすことが圧倒的に多くて、あとクリスマス当日とかじゃないんだけど、その付近でクリスマスだなって感じてるのは M ステあるね、スーパーライブ。そうだね、クリスマス時期にやるもんね、いつもね。そうだ、年末と言ったらというかクリスマスと言ったらみたいな時期だもんね。そうだから M ステのなんか思い出があるというか、クリスマスをこうなんか思い出すと
M ステも一緒に思い出すみたいな、だからそのお仕事がクリスマス感じるきっかけになるみたいなね、感じになってる。俺面白いことにね、クリスマスすらまだ来てないんです今ね、収録時ねすごいですよねこれは、ありがとうございますね。ちゃんともし思い出ができたらね、またどこかで話せたらと思いますので。それこそさ、マチュがさ、まあそれ開催するか分かんないけど、クリスマスプレゼント交換会を、プライベートでやりたいね、リハーサル後とかね、当日ね言ってるけどね、ちょっとバタバタしてるから開催されるかは分からないけど、もし開催されたらね開催されましたよと、皆さんに報告したいと思います。今日のメンバーは宮近海斗、締めかけ龍也、トラビスジャパンのトラミ宮近海斗と締めかけ龍也がお送りしています。トラビスジャパンの空耳、メインでお送りするのはこちら、鉄板トーク。イエーイ。さあ始まりました。お願いします。この企画はですね、トラビスジャパンのメンバーがこの番組でトーク力を鍛え抜けます、いつどんな番組に呼ばれても必ず爆笑が取れるネタを増やしていきます。目標はドームでトークライブ、歌はおまけ、フリートークをして相手が真似してブラッシュアップ、最後はもう一度トークを披露しますということでね、まあスタッフさん勝手に考えてくれましたね、目標とかね。どうですかトーク。トーク難しいなって日々感じてるよ。そうですね、それこそバラエティ番組出させてもらう時とか、その芸人さんの方たちと一緒になる時とかあるけど、やっぱり芸人さんみんなすごいなって。素晴らしいですよね。100発100中爆笑を取るから。締めはねまだ100発100中とはいかず、いやもう全然取れない。なんだ全然取れない、100発0中まあ一発いけたらいいかなぐらい、いけたらいいかなと、これ鍛えてね100発100中、そうだねに目指しましょう。今回ね締めと僕で挑戦するのは初なので、自分たちに言い聞かせるためにもですね、一回この企画の心構えを用意しました、練習なのでこれはどれだけ滑っても大丈夫です、トークを揉んだ結果滑っても問題ないですし、最終的にそのね、目標のトークライブにつながれば大丈夫、だからそこまで、ここはノープレッシャーで、ノープレッシャーでね、滑ってもいいんだね。全然当たんなくても100発0中で大丈夫なんで、何でもこう挑戦できるってこと。そうここでね温めてね、何か鉄板になれるものをねこうやりましょう、じゃあ行きますか。では締めから振りお願いします。行きます。では行きましょう。宮近海斗の鉄板トークです。はい、ということでですね、僕の父親の話なんですけど、父親の仕事が現場仕事なので、いろんなこう服汚しながら現場で作業する夜勤とかもあったり、結構体を使いながら動く仕事でやってるんですけど、その出張とかになるといわゆるマンスリーとかのアパートみたいなの借りて泊まり込みで作業したりするので、泊まって作業員の方たちと一緒に生活したりして暮らすんですけど、その現場は多分4人とかだったのかな、その出張先が。で父ちゃんもいて一緒に生活してる中で、その一人の方が僕ほくろがすごい多いっていうなんかお話になって、で確かに見える部分で多いなみたいな、確かに風呂入りに行こうとした時もなんか結構多いねみたいな話になって、でちょっと若手の子がじゃあ一回数えてみますかって言ってほくろを数えたんだって。全身のほくろいくつあるかなんて自分じゃ数えれないから、でみんなでこうやって数えてて、その若手の子が一個一個指さしながら1個2個3個4個ってでかなりの数あったらしくて、で何個か分かんないぐらい、もう何個数えたんだっけってなるぐらい、もう3桁いったのかな、たくさんほくろがあって、そうなんですよ僕ほくろあるんですよって、もうこんなあるんだみたいな話になったらしいの。でその日はこう休んで、次の日も仕事だから寝て、次の日仕事行こうってなったら、その若い人が数えた指にほくろができてたんだって先っぽに。だからほくろって映るんだなっていう話です。
鉄板トーク何それ何それあんのそのあかん警察みたいな終わったら終わったらあるの。終わったらそれがそうなの急に喋り始めた急に叫び始めたから。はいどうでしょうか。指にはいほくろができてた。できたらしいんですよ。その数えた人。数えてた指に、だからほくろは映るのかもしれない。はあ。これまだ医学的な根拠がないからうんどうとは言えないけど、ほくろって映るものなのかもしれない。そうなんだ。初めて聞いたな、なんか、ほくろが映るって。相当その作業員さんのほくろがすごかったのか、それとも何かまたほくろっていうものが強いのか、それ何かわかんないけど、ほくろが映ったらしい。気持ちでできちゃうのかな。どうなんだろうね。思いが強すぎて。いっぱい数えたらほくろ。その指先にほくろができて。素晴らしいですよね。はい。びっくりな話でした。びっくり。はい。では、これをシメがカバーするということですね。これがカバーをするんですね。これカバーまあ、一回カバーしてみよう。で、オチとかは、もうなんか、もっと面白くしようみたいな心意気で、話してくれればいいみたいな。なるほどね。指に、ほくろでしょ？いけそう？ちょっと待ってね。ちゃんと大丈夫。俺も叫ぶよ、終わったら。俺多分ね、人生初なのよ。で、その、このスタイル？このスタイル。なかなかないよ、このスタイルは。で、同じ話今からされるんだ。ちょっと待ってね。全然ワクワクしてない。どんな話聞けるのか。知ってるからね。同じ話を。知ってるからね。これは、まだね、俺は他のメンバーの聞けてないんで、どんなもんになってるのかがね、ちょっとわかんないですけど。この鉄板トークというね、企画が、ちゃんと鉄板になるように。でもこれが2、3回で終わったらダメだったんだなってことになりますんでね。薄い鉄板になりますからね。来ました。行きました。はい。では行きましょう。宮近海斗の鉄板トークを締めかき竜也バージョンでお送りします。いやー、俺の父親が、仕事の出張先でね、ある日、出張に行ったんだけど、で、そこで泊まらないといけないと。で、仕事現場の仲間たちと一緒に泊まるってことになって、4人で泊まってたかな、確か。で、そこでの話なんだけど、なんかその中の一人がね、相談があるって言って。で、そしたら、何って聞いたら、父親が聞いたら、ほくろが多いんですって。って、確かによく見てみたら、確かに多いかもねっていう話になって。じゃあみんなで数えてみようって。で、その人も一緒に本人も自分の指を使って、ほくろの数を数えたの。で、どんぐらいあるのかなって数えてった時に、自分の指を見たら、もうなんかすでに指が真っ黒になってて、なんでだろうと。そしたら、その人、マッキーでほくろ返してたの。鉄板トークあ、なるほどね。ほくろじゃなかった。ほくろじゃなかった。で、こうやって数えてたら、その手に移って、じゃあ、構われたかったってことなの？構われたかった。構ってちゃんだった。なるほどね。そういう人もいるんだね。で、数えてくださいって自分で言ってた。不思議な方だね、それは。その話題の中心になりたかった。そりゃ不思議だね。山田くん、座布団1枚持ってって。さあ、ということで。いや、難しいな、これ。違うね、これを、今、シメがちょっといろいろ足してくれたじゃん。シメが足してくれた上で、俺がもう一回話すんだよ。そういうことね。トラビスジャパンのトラ耳。どうですか、チャカ。多分大丈夫だと思います。いける？はい、いろんな要素をいただきながら、素敵な話にまとめ上げたいと思います。じゃあそれでは宮近海斗で2回目の鉄板トークです。うちの父親、お仕事が、現場の仕事と言いますか、
作業とかする系の仕事で、いろんな場所行って作業するんですけど、とある日出張あって、で泊まり込みなんでマンスリーとか借りてそこに泊まって、その仲間4人ぐらいで泊まって、毎日作業して夜家でコンビニ飯とかで済まして、で朝出るみたいな生活の中で4人で生活1ヶ月ぐらいしてるんですけど、その中の一人がちょっと悩みがあるんですって、ちょっと聞いてくださいよって言って、そしたら僕ほくろが多いんですよって言って、あそうなんだって言って、でなんか僕なんか自分じゃ見えないところにもほくろあるんじゃないかなみたいな、なんで見てくださいよみたいな感じで、やだよなんで見ないといけないんだよみたいな言いながら、まあじゃあ数えてみるかみたいな、若い子もいるし数えてみましょうよみたいな、数えてあげましょうよみたいな感じで、じゃあちょっと脱いでもらって、で数えようってなった時に、脱いだ時に背中から黒い羽が生えてて、黒い羽で本人気づいてなくて、ってこうお父さんもこうもう固まっちゃってやばい、でも本人に気づかせたら、なんかその時にスマホでなんか背中黒い羽ってお父さん調べたんだって、そしたら堕天使って出てきて、多分その人堕天使だったんだけど、気づいてなくて、で堕天使ってことを気づかせたら、堕天使としてその堕天使の世界に行っちゃうから、堕天使って気づかせないようになんとか過ごして、でこうやって数えてるふりを、もうほくろなんてどうだっていう堕天使だから、もうみんなで数えてるふりしろってバレないようにって言って、みんなでその堕天使以外の3人で数えて、で何個だったよって適当な数字合わせて言ったんで、でその人はもうとりあえず寝ようってなって寝て、でその人は気づかず寝て、で次の日現場行こうと思って、現場の作業はさ結構油とかかかったりするから、手袋しようと思った時に、指先から、羽が生えてたんです。指先から羽が生えて、でその数えたのが人差し指だったんだけど、人差し指から羽が生えて、人差し指だけ飛んでっちゃったんだって、人差し指が飛んでっちゃった、羽が生えて、だから人差し指が今も3本、どこか宙を舞ってるっていう話。めっちゃ怖いじゃん。トラビスジャパンポッドキャスト、トラビスジャパンの空耳。8回目もエンディングです。さあということで、鉄板トークをお送りしました。ね、今後こういった形のトークライブをね展開していく、そのノンフィクションなのかっていう、その事実じゃなきゃいけないっていうのはね、ルールはないですから。いやそうだけど、もう明らかにノンフィクションじゃない、フィクション。それフィクションじゃなくお願いしますって言われたら間違いですけど、これはね何でもありだからね、最後怖かったもん、指が飛んでると。そうね、これはまたねどこか寝かせると言いますか、今ね僕ら年末なので、この話はお掃除ということで今だってカンペにオクラ入りですってですね。本当にオクラにも入りませんオクラにも入らない、ちゃんと焼いて焼却しましょうなかったことにする、お焚き上げではいということで、次回はですね、使命の進行で鉄板トークがあります、いやー緊張するよ。緊張なんだ、その嫌とかじゃなくて、ちゃんと前向きなんだね。ちゃんと話これを経てすごい前向きな、緊張するけど頑張るよって思える使命の素直さ素敵ですね。ちょっと楽しみにしてます。はい、ということで番組ではメッセージを受け付けています。プレイヤー画面右下のお便りアイコンをタッチして入力してください。あなたの名前 TJ ネームも書いてください。頭文字が T と J になるのが TJ ネームです。このポッドキャストは Spotify や Apple Music など各プラットフォームでもお聞きいただけますが、音楽が聴けてコメント機能が使えるのは耳にだけです。よろしくお願いします。こうやってね耳にで
やってますから。そうだね。あれ以来だよね。その全員のね全員で話した以今来。222でお送りして、この形が主流になっていく。鉄板トークもそうですが、いろいろ派生していろんなことみんなのねメッセージから派生してね、いろんなことやっていきたいと思いますんで、皆さんのメッセージがこの番組を作っていきますのでよろしくお願いいたします。では今日はお別れです。次回もこの2人でお送りします。お相手は宮近海斗と締めかけりゅうやでした。またね。またね。